X キャスト旗本です。富士フイルム X シリーズを愛する皆さん、今回もお聞きいただきましてありがとうございます。前回は2024年に使用頻度の高かった X マウントのレンズについてお話ししましたが、今回はフィルムシミュレーション編です。だいぶ遅くなりましたけれどもね、アンケート自体は去年2024年末から投票皆さんにいただきまして、もう1ヶ月、もう2月ですね。2月の半ばになってます。だいぶ遅くなりましたけれども、ようやくお伝えすることができそうです。富士フイルムならではの魅力といえば、やはりフィルムシミュレーション。どれを使うかによって写真の雰囲気が大きく変わるので、多くの方がこだわりを持って選んでいると思います。今回はアンケートの結果をもとに2024年に最もよく使われたフィルムシミュレーショントップ5を発表させていただきます。ちなみにアンケートには164名の方にご回答いただきました。本当にありがとうございます。では早速ですが、第5位から発表します。第5位はベルビアビビット。これが11.7% ですね。ベルビアといえば鮮やかな色表現が特徴的ですが、特に風景写真で使う人が多いのではないでしょうか。私自身は普段あんまり使わないですかね。旅行先とかで、夕焼けとかもみじ、紅葉を撮るときとかそういう時にはベルビアを選ぶこともあります。リッチな色が強調されて、特に青空とか赤の発色が際立って印象的な仕上がりになりますね。リスナーの皆さんの中にも風景撮影でベルビアを愛用している人結構多いんじゃないかなと思います。昔からフィルム時代からカメラされてる方は特にベルビアで風景写真撮る人多いような印象を持っています。はい、続いて第4位ですが、クラシッククローム。こちらが 13.5% でした。これクラシッククローム昨年は1位だったんです。昨年というか前回ですね。前回のアンケート結果では1位だったんですね。それが今回は4位にランクダウンしています。これはちょっと個人的には意外でしたね。私も結構クラシッククロームは好きでよく使ったりしてるんですけれども、どういうことでランクダウンしたのか、下から他のフィルムシミュレーションが上がってきたのか、どういうことなのかわからないですけれども、落ち着いた色合いとドキュメンタリータッチの雰囲気が魅力のフィルムシミュレーションで、ストリートスナップとかポートレートでも使う方が多いかもしれません。私も植物を撮るとき以外はクラシッククロームはよく使ってますね。特に街の中の風景とか建物とか空とかのそういう感じの時にしっくりくるんで、よく使ってます。はい、続いて第3位。こちらはクラシックネガですね。14.7%。これは去年も前回もそうでしたけど今年も人気ありますね。大体の人が使ってみたくなるようなフィルムシミュレーションですけれども、こちらが3位にランクインしてます。これは前回と同じ順位ですね。クラシックネガといえば独特の色のりとコントラスト、どこか懐かしい雰囲気が出るのでオールドレンズとの相性も結構いいんじゃないかなということで、リスナーの方からこんなコメントをいただいています。フィルムシミュレーションはオールドレンズとの相性が良く、独特の描写を醸し出してくれるので、ついオールドレンズの出番が多くなってしまいますというメッセージいただいてます。ありがとうございます。私もクラシックネガは好きですね。植物がメインで撮ってることが多いのでそういう場合にはあまり使わないんですけれども、それ以外の時はクラシッククロームかクラシックネガを
使い分けるという感じでね、よく使ってます。はい。そして、第2位なんですけれども、これはね、1位と同率でね、タイで、1位が2つあります。前回も確かね、1位が2つでしたね。なんでしょうかね、使いたいものは結構みんな同じなのかもしれない。で、その1位ですけれども、1つ目がプロビアスタンダード 17.8%。ね、プロビアね、去年というか前回ね、4位だったんですけれども、そこから一気に1位まで上昇しました。これもなぜなのかちょっとわからないんですけれども、いろいろなね、フィルムシミュレーションが登場してきて、リアライエースとかね、クラシックネガとかね、ちょっと個性的なフィルムシミュレーションが最近ね、よく出てますので、もう一回ちょっと基本に立ち返るみたいなことがあったのかもしれないですね。プロビアが4位から1位に上がりました。標準的なフィルムシミュレーションなのでね、どういう写真にでも使いやすいと思います。色のバランスも良くて自然な仕上がりになるのが特徴です。私もね、さっきも言いましたけれども、一番使用頻度が高いフィルムシミュレーションがこのプロビアになってます。特にね、緑、植物ね、撮るとき、緑がね、不自然な緑になるとね、ちょっと後々見返した時にちょっと嫌だなと思うことがあるので、どうしてもね、プロビアを選びがちですね。あとは料理ですかね。料理の撮る時も、私個人的な感想ですけれどもね、最も美味しそうに見えるのはプロビアかなと思って使うことが多いですね。はい。そしてもう一つの1位ですが、これは前回に引き続いてアスティアでした。これが 17.8% でプロビアと同率ですね。アスティアもいいですね。柔らかい、優しい発色が特徴でね、ポートレートでよく使われてるような気がします。風景とかね、花の撮影でもね、優しい感じを撮るという時にね、愛用している人が多い気もしますね。私も特にね、空の青空がね、アスティアが合うんじゃないかなと思って、青空が多めの時にはアスティアを選ぶことがあります。強すぎず、程よく爽やかに映るのが魅力かなと思います。はい、というわけで、2024年のフィルムシミュレーション使用ランキングですね、お届けしました。皆さんがよく使うフィルムシミュレーションはランクインしていましたでしょうか？クラシッククロームがね、今回1位から4位に、下がりましたのはちょっと驚きでしたけれどもね、プロビアが大きく順位を上げたのも印象的でした。リスナーさんの方からね、こんなコメントもいただいております。基本、ローで撮って、ライトルームで現像しているので、フィルムシミュレーションはほぼ使っていませんというね。こういう人もいるんでしょうね。多いのか少ないのかはちょっとわからないですけれども、こういう意見もありますね。ロー現像の人はね、結構カメラ内のフィルムシミュレーションよりもね、後から自分でね、自由に調整できる方が良いと考えているのかもしれません。ちなみに私はローと JPEG ファインですね。それで両方でね、撮影しています。でも、ローを使うことってね、ほとんどないですね。だいたい JPEG ファインそのままで、使うことが多いです。はい。さて、ここで、リスナーの皆さんに質問です。今回のランキングについて、どう思いましたでしょうか？また、次にアンケートを取るのであれば、どんなテーマが面白そうでしょうか？ぜひ、X とかね、リスン、Spotify 等のコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。X キャスト旗本でした。それではまた。